予定していた知床岬のクルーズ船が欠航したので、代わりに周辺を観光しようと車を進めていると、いきなりエゾシカの集団がいました。ヒグマでなくてよかったです。最初は知床自然センターです。ここは知床国立公園やその周辺の自然や文化を学べる拠点です。館内にはカフェやアウトドアショップがありました。ここでは様々な企画展示がされており、この時はいろいろな種類の鳥の羽が展示されていました。これだけ多くの羽をきれいに整理するのには大変なご苦労だったろうと感心しました。さて、ここに来た目的はフレテの滝に行くための情報収集です。ヒグマの出没情報など確認できたので、フレテの滝を目指して出発します。早速ヒグマ注意の看板です。ちょっとビビりながら先を進みます。滝までは片道20分歩かなければなりません。最初の分岐路が見えてきました。ここを左に進みます。熊鈴はつけていますが、林の中を進んでいると小さな音がしてもドキドキします。なんだかいかにもヒグマがいそうな気がします。林を抜けると見晴らしの良い道になりました。再び分岐路です。ここでちょうど中間です。さらに先に進みます。やっと展望台が見えてきました。フレテの滝も知床八景の一つです。展望台に登って滝を見てみます。木造の簡素な展望台ですが、絶景が楽しめます。高さ約100メートルの断崖絶壁には荒々しい波が打ち寄せています。やっとフレテの滝を見れました。フレテの滝は知床の山々から流れてきた地下水が断崖の途中で染み出し、海へと流れ落ちている滝です。断崖の途中からしとしと流れ落ちる様子から乙女の涙と呼ばれています。実際に見るとしとしとではなく、かなりの水量が湧き出ていました。対面の崖の上にあるのがウトロ灯台です。改修工事のため足場が組まれていました。その工事車両用の道が整備されていました。歩きやすいので
その道を通って帰りました。続いて向かったのも知床で大人気のスポットです。知床五湖です。この日の駐車場はほぼ満車でした。今回は時間がかかる地上遊歩道ではなく、短時間で回れる高架木道を歩きます。前回はガイドツアーで地上遊歩道を歩きました。快晴の中、とても美しい風景を楽しめました。全長800メートルの高架木道は電気柵に守られており、ヒグマを恐れず知床一湖まで歩くことができます。途中に3カ所の展望エリアがあります。最初の展望エリアです。木道の先に次の展望エリアが見えます。途中から雨が降り出し、視界が良くありません。それでも高架木道を歩くと知床の広大な自然を感じることができます。2番目の展望エリアに来ました。雨のため知床連山に雲がかかっています。ここからも小さく一湖が見えます。そして最後の展望エリアです。ここは地上遊歩道との合流点でもあります。地上遊歩道はここで合流します。一湖の奥の知床連山に雲がかかっていますが、天気が良ければこんな素晴らしい風景が見れます。それでも知床の大自然を身近に感じることができました。次は羅臼に向かいます。途中で立ち寄ったのは知床峠です。やはり羅臼岳は雲に隠れていました。晴れているとこんなにくっきりと見えるんです。しかし雲の合間から国後島が見えました。かなりしっかりと見えるんですね。次の目的地が見えてきました。知床羅臼ビジターセンターです。ここでは知床の川、海、山などの自然やその自然を楽しむために必要な情報が提供されています。実はここに来たのは羅臼の間欠泉を見るためです。間欠泉の噴出時間が掲示されていたので、時間を合わせて噴出口に来てみるとすでに先客がいました。エゾシカの家族なんでしょうか。こんにちは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 。
一生懸命草を食べていました。すぐ近くまで来ましたが、全く気にしていません。こちらは気になって見つめてますか？10分以上一緒にいましたが、他の方が来たので鹿たちは山に帰っていきました。間欠泉は画面中央の石積みのあたりから吹き出すはずですが、予定時間を30分過ぎても吹き出しません。さらに我慢強く待っていると突然吹き出しました。間欠泉の高さは10メートルほどです。ここは北海道の天然記念物に指定されています。一時期は噴出が途絶えていましたが、2010年に再び噴出が再開したそうです。噴出時間は50秒ほどでした。最後の目的地は激細で急勾配の道の先にあります。苦労して訪れたのはクジラの見える丘公園です。何組もの家族連れでにぎわっていました。ここからはいろいろな種類のクジラが見えるそうなのですが、目の前に広がる海があまりに広大なので、目印もなくここからクジラを見つけるのはよほどの幸運が必要そうです。なので早々に諦めました。隣は羅臼灯台です。国後島もすぐ近くに見えました。羅臼からウトロに戻るときには天気が回復してきたので羅臼岳が見えるかと期待したのですが、残念ながら雲の中のままでした。今回もご覧いただきありがとうございました。次回は知床を離れ釧路方面に向かいます。北海道の旅はまだまだ続きます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。